チャプター5で流れる不穏なオープニングムービー。実はこの映像の中に、プロトタイプに関わる重要な謎が隠されていました。この映像に映っている存在は、本当にプロトタイプなのでしょうか。今回は、このオープニングムービーに隠された謎4選を、一つずつ紐解きながら確認していきます。ロングサイドアウティマルズ。まず最初に注目したいのが、ロングサイドアウティマルズです。皆さんは、このおもちゃの企画がいつ頃計画されたものなのか考えたことはありますか？実は、このシリーズは思っているよりもかなり昔に計画されていた可能性が高いです。以前の動画では、マーケティング資料の中に登場した、ジェフリー・ダーマーという実在の犯罪者の名前について触れました。ジェフリー・ダーマーは、1978年から1991年にかけて連続殺人を行い、1990年代初頭、全米を震撼させた人物です。もちろん、同姓同名である可能性もあります。そのため、この一点だけで時代を断定することはできません。しかし、この名前が意図的に使われているとしたらどうでしょうか。この作品の世界が現実世界の出来事とリンクしている可能性、つまり以前から提唱していた現実世界リンク説を前提に考えると、この名前は単なる偶然ではなく、時代を示唆するヒントとして使われている可能性が出てきます。そして調査を進めると、ロングサイドアウティマルズの年代を示すもう一つの重要なヒントが見つかりました。それが、チャプター5のオープニングムービーのクレジットです。このクレジットに登場する子役の実績を確認すると、この作品では80年代の子供としての役が設定されていることがわかります。つまり、モブから依頼されたのは、80年代を再現する子供の役者だったということです。そのため、このロングサイドアウティマルズの CM は、1980年代のテレビ CM を再現した映像である可能性が高いと考えられます。さらに、このオープニングムービーを制作したスタジオの説明には、90年代を想定して制作された映像であることも書かれています。この情報を整理すると、オープニングムービーには、2つの時間軸の映像が存在していることがわかります。一つは、1980年代のロングサイドアウティマルズの CM 映像。もう一つは、その CM をテレビで流している1990年代の実験室の映像です。つまり、80年代の CM をテレビで再生しながら、90年代に実験が行われているという構造であれば、時系列の矛盾は生まれません。では、ジェフリー・ダーマーの名前はやはりブラフなのでしょうか。この点については、依然として謎が残っています。プロトタイプ。次に注目したいのが、この映像に映る裏返しの実験です。このシーンを見る限り、何らかの実験体を裏返すような処置が行われています。そのため、この実験は、1995年の喜びの時間以降に行われたもののようにも見えます。しかし、ここで一つの可能性が浮かび上がります。それは、この映像が現在のプロトタイプが行った実験ではなく、過去に行われた実験の資料映像である可能性です。自分へのメモには、関連資料を調査すること、着想源として使う、と書かれています。ここで、プロトタイプが実験の前に関連資料を確認していることが分かりました。そして実験後、追記として、この方法をプロトタイプが有用と判断したという内容が書かれています。つまり、この映像は、過去に行われた実験、その資料をプロトタイプが発見、そこから着想を得た、という流れである可能性があります。もしそうだとすると、この映像に映っている存在は、現在のプロトタイプとは別の存在という可能性も出てきます。実際、この映像に映る爪をよく確認すると、現在確認されているプロトタイプの手とは構造が違います。少し短いような、関節が少ないような印象を受けました。つまり、この存在は、初期のプロトタイプ、あるいは別の実験体、このいずれかの可能性が浮かび上がります。時系列を整理すると、次のような流れが見えてきます。1990年代初頭、裏返しの実験を行う謎の存在 X がいた。その実験の資料が残される。その後、1995年以降、プロトタイプがロングサイドアウティマルズの没案を発見する。そこから、裏返すというコンセプトと、過去の実験資料を組み合わせ、裏切り者や規律違反者の体を裏返す、あの手術を行うようになった、という流れです。もちろん、この謎の存在 X が、本当にプロトタイプとは別個体であるのかはまだ確定していません。しかし、この仮説を裏付けるような資料も存在します。あるプレゼン資料には、1006と1007が並んで表示されています。普通に考えたとき、左にポピー、右にプロトタイプの顔か手のようなものが表示されていることがわかります。しかし、この映像に一瞬映り込む緑色の何かに注目すると、
顔のようなものが映り込んでいます。当てはめてみても収まりません。どちらかというと、現在のプロトタイプよりもクリッターズに近い形状に見えます。つまり、プロトタイプと呼ばれている存在は、最初から現在の姿だったわけではなく、過去の姿から変化している可能性も考えられます。この点は、まだ解明されていない大きな謎の一つと言えるでしょう。熊のぬいぐるみ。そして、この映像の最後には、ラグバックとガタープラッシュが登場します。ラグバックは、クリッターズとギリギリ面影が重なりますが、ガタープラッシュについては、もはや元の存在がわからない状態です。ここで登場するのが、熊のぬいぐるみです。この映像では、この熊のぬいぐるみが、裏返しの実験によって、生きたガタープラッシュになるまでの過程が描かれているように見えます。しかし、この熊のぬいぐるみは、これまでのプレイタイム社のおもちゃとは少し構造が違います。具体的に言うと、これはテディベアです。実は、モブの創設者は過去のインタビューで、プレイタイム社のモデルは、実在するテディベア工場、アイディールであり、工場の見た目は、チャーリーとチョコレート工場からインスピレーションを得ていると語っています。もしこのぬいぐるみがテディベアであるなら、プレイタイム社は、現実世界のおもちゃ会社をモデルにしている、という設定とつながる可能性があります。では、なぜクリッターズではなく、別のぬいぐるみが使われていたのでしょうか。ここで一つの仮説が生まれます。それは、ロングサイドシリーズは、クリッターズの原型だった、という可能性です。スケボーを持たせるという発想も、後のキッキンチキンへと受け継がれているように見えます。さらに、公式ストーリーブックの端末クイズでも、スケボーという要素が伏線のように登場しています。つまり、ロングサイドシリーズは単なる没案ではなく、フォーカステストの結果を反映しながら、クリッターズへと進化していった試作シリーズだった可能性も考えられます。マミーの被験者。そして、この CM には、もう一つ不穏なカットが存在します。一瞬映り込む子供たちの映像です。以前投稿した動画では、男の子の顔にプロトタイプの顔が重なるカットが確認されました。この CM が1980年代の設定だとすると、ここに登場する子供たちは、1976年に設立されたプレイケアの孤児、あるいは外部の子役、このどちらかの可能性があります。しかし、この中にはミス・ディライトに似た少女も映っています。この女の子はマミーでしょうか？手の形状や色味まで一致しています。もしこの子供たちがプレイケアの孤児だったとしたらどうでしょうか？ CM に出演していた子供たちが成長した後、そのままプレイタイム社に残り、教師になり、ミス・ディライトとなる。あるいは、マミーの被験者となった可能性も考えられます。さらに、この男の子も、後にプロトタイプに取り込まれた孤児だった可能性も示唆されています。つまり、この映像は、ただのおもちゃの CM ではなく、被験者たちの過去を記録し、改ざんした映像だった可能性すらあるのです。さらに、この CM の最後に登場するハギーの手には、マジックテープ、通称、糊がついていません。公式ストーリーブックによると、ハギーにマジックテープがついたのは、発売と同時です。つまり、この CM は、1984年以前に制作された映像である可能性もあります。先ほどの80年代の時系列とも一致しています。したがって、この謎の多いオープニングの演出には、意図的に仕込まれた伏線が数多く存在しているということです。これらの伏線が今後回収されるのか、それとも謎のまま終わるのか、今後の情報に注目していきたいと思います。この動画が参考になった方は、ぜひチャンネル登録と高評価をよろしくお願いします。